皆さんどうもこんにちは、しおりです。 Day3 です。台湾は台南におります私です。もう前回の動画ではこれでもかというほど VIP な旅として始まってしまった台湾ですが、今回の動画は至ってシンプル、等身大のぼっち台湾爆食ツアーでござる。で、今台南にいるんですけど、私台北は何度か行ったことがあるんだけど、この台南の方には初めてでして、どうやら台南でしか食べれないグルメも多々あるだとかで、そんなのを求めこちらに来てみました。で、この超ローカルなここのお店ではサバヒーっていうネズミギスメサバヒー赤サバアモクネズミギスメサバヒーアモクサバヒーかサバヒー族に属する魚が食べることができましてこれ台南で主流のお魚だそうなこちらでございます。サバチーとユーロンハンサバチーこのサバヒーは結構スープとかおかゆにするのが普通みたいで、今回はスープいただいた。これはこれですか？結構ね、英単語より日単語と言いましょうか、日本語の単語を知っている方の方が多くて、親日感を感じるんですけども、どうやらこのサバヒーはタレにつけていただくそうな。はじめまして。言うなれば薄いうなぎのような感じ。白身で淡白だけど味がギュッとしていてくどくないので、このルーローファンとめちゃくちゃ合うんだね。でも本当にローカルで地元の方が集うようなお店だったんですけど、もうね、この灼熱なんだね。台北から来たけど台南の方がやっぱり暑くて、もうここまでも汗かいてきたし、ここで食べるのももう汗だくになりながら食べる、そんなデトックスから始まる台南飯でした。もうじゃんじゃん行かないと試着長族になってしまいそうなので、じゃんじゃん行きますよ。で、グルメばっかりになっちゃうと初めての台南なんだか申し訳ない気もしたので、今から最強のパワースポットに向かっております。こちら恋愛の神です。そもそも台湾ってこういうパワースポットが多いんですね。で、台南ではご丁寧に愛を深めたい人向け、復縁したい人向け、縁切りたい人向けみたいにジャンル分けがされていて、私が来たのは愛する人が欲しい人向けです。はい。なんかみんな落としてるんだよね、やって。何バナナみたいなやつ。私も欲しい。もうやり方が分からず見よう見まねでやるしかなくって、そのバナナのようなものを見つけたので、とりあえず一旦地面に叩きつけて帰ってきましたが、好きな人できるかな。はい、ということでとんでもなくついでっぽい観光を終えまして、またもやグルメに戻る。台南のトマトちょっと一風変わってると聞きまして、こちらでした。このトマト自体は、ちょっと造花っぽいな。造花って果物の皮の方ねとは思うんですけど、普通で、それよりこのタレ、なんかみたらし団子みたいな味する。そう、まるでみたらし団子
のようなタレにつけていただくこちらのトマト、もう完全にスイーツに早変わりでして、だってあれだもん、ここかき氷とかフルーツジュースとか売ってるお店ですし、本当に喉が渇いた時、小腹が空いた時、あと台湾って生野菜が極端に少ないので、ビタミン不足感じたらこのみたらしトマト生き返りました。長い前座を終えまして、旅の醍醐味夜市に向かってます。台湾といえば夜市だし、今回は初めての台南夜市、大東夜市に行ってきた。しかし一旦夜市を通り過ぎて、私にはやることがあります。それはそう、アルコールを買うこと。ほいだら準備万端で夜市へ戻ってきましたが、ご覧ください。この食の宝庫。ここは台北のシーリン夜市とかよりは全然小さいんだけど、その分ギュッとしててね。牛もやってるもんね。観光客がたくさんっていうよりかは、地元の人もテイクアウトするような店も多そう。知らんけど。寿司を屋台で売るっていう斬新さ。なんかいろいろありすぎて何が何だか全然わかんないし。でも目移りが止まりませんが、犬キャパを大切に使いたいので、悩んで決めました。Eat here, take out. Eat here. What? Which one? Oyster. Which one? Recommend. You recommend. Popular, most popular. Recommend. Popular. Number one. Number one. はい、記念すべき夜市一発目ナンバーワン商品はこちら、オーアーチェンっていう牡蠣のオムレツで、灼熱の中、先ほど買った台湾ビールにて乾杯。いや本当に夜市全然ビールアルコールないので、のんべいの方は絶対買ってくることをお忘れなきよう。こんな灼熱の中、牡蠣なんて扱って大丈夫なのかという不安を挟っておいて、このとろみのある生地ともやし、そして牡蠣がゴロゴロと入っておりまして、おつまみ。そうです、最高のつまみなんですね。韓国の動画でも言ったけど、私こういう大きい市場のある国が大好きで、その土地の熱量みたいなものが市場にいて伝わると言いましょうか。中でもこんなにも灼熱の中、毎晩お酒なしに繰り広げられる台湾夜市っていうのはまた一興ですよね。なんかアイコンタクト取って仲良くなった学生たちとバイバイ。で、夜が更けてくるとどんどんと人が多くなってきまして、ますます迷いに拍車がかかっておりますが、ビールを飲みながら歩いてる人、私だけ説って感じでした。そんな中、選ばれたのはチョンヨーピン。ナンバーワン。オリジナル。で、さっきみたいなイートインがあるお店ならばいいんだけど、ないお店だと本当にどこで食べるか迷っちゃうので、そういう時はこうしましょう。椅子のあるお店で何かを買う、そしてそれと一緒にいただくというわけで、鴨の血のスープを買いまして、そこのお店のテーブルを使わせていただいてます。もうカレースープの中にこのブリブリの血、これが意外。全然臭みがない。かといって味もあんまりしない。血自体はほぼ無味なんだよね。で、このチョンヨーピンは言うなればニラのクレープのようなものでして、甘くないクレープ生地を食べてるようなクレープ好きにはたまらない一品。しかし何を隠そう、この灼熱の中、さらに熱いかもちで、顔面テカテカ侍、ドロドロな私です。
味は食べた人に聞くのが一番ということで、ハオチーだそうなこちらのお店にて、なんかお餅を揚げたものにかけ砂をしてくれてる、そんなお菓子でございます。クワベギみたいじゃない？そう、ちょっと韓国で食べたクワベギを思い出すかのような見た目ですが、お味がチンチャハオツー。ガリッともちっと揚げたお餅にいろんな種類のフレーバーのザリザリのお砂糖をかけていただくんですけど、これはタロイモとシナモンにしました。マジで美味しいし、なんで日本にないんだろうっていうイメージ。これは多分ここでしか食べれない、そんな気がしたので、ぜひここ行ってみて。で、そろそろ大鳥臭豆腐かなって思っていたんだけど、可愛い女の子たちを見つけ、美味しいって聞いただけなのに、その時悲劇は起こりました。多分私に1個くれようとして落としちゃったんだよね。めちゃくちゃ申し訳なくって、私も同じものを買って、これでプラマイゼロ。そんなこんな運命の出会いを果たしたさつまいもボールと臭豆腐。念願のやつ。猛烈な香りの中、乾杯。いやー、香りも伝わればいいのにね、 YouTube でとは思うものの、多分香ってたらみんな画面を閉じちゃうのではないかとさえ思う匂いです。まずはそのまま。果たして久々の臭豆腐、そのお味は？思わぬ美味しさにハオチーを伝える相手を探しておりますがおらず、食べやすい。全然食べやすい。なんか昔台湾に来た時はもうちょっとウッとなった記憶がある。ウッとなった後に美味しいが来たはずなんですけど、私の体勢がつきすぎちゃったのでしょうか、初めから美味しい。本当にこっちの人でいう納豆みたいなポジションなんだろうね。さっきの神様にお祈りしたい、できることならば臭豆腐を笑って食べ合えるような人と出会わせてください。お願いします。で、正直このさつまいもボールは普通だったかな。なんか中にさつまいもあんが入ってるものもあるらしくて、これはポンデリングみたいなやつ買っちゃったんだよね。だけどチャーミングな出会いがあったのでね、全然問題なし。とにかく臭豆腐満足でした。写真撮るの忘れたよね。で、締めを求めて夜市を後にした私ですが、途中に美味しそうなチャーハン屋さんがあったので立ち寄ることに。もう開けた瞬間に愛を感じるギッチギチのキムチシーフードチャーハン。やっぱり箱の中っていうのはギチギチであればあるほど嬉しい。で、お味もめちゃくちゃ美味しいしね。で、私が行った時はもう閉まる直前に入れてくれたみたいで、日中は大層混んでるみたい。家族系っぽい感じなのかな。もうめちゃくちゃアットホームだし、優しいし美味しいし、で、なんとそっとワンコが寄り添ってくれました。すっかり仲良くなりまして、もう愛嬌の塊みたいな彼女たちとワイワイガヤガヤ。なんてほっこり映像なのでしょう。で、写真を撮ってもらい、いざ名残惜しくお別れの時と思ったら、なんとキムチをくれてね。
超幸せだったな。もらっちゃった。キムチ大好き。みんな台南に来たらぜひあそこのキムチチャーハン美味しい。ギチギチ加減もめっちゃ可愛いからテイクアウトもおすすめ。初の台南超良かったし、こんなお気に入りのお店もできちゃったし、で来年は有名な台湾ランタンフェスティバルが台南で開催されるらしいので、またその時来てこのお店絶対行くんだ、決めてるんだ。ありがとう。臭豆腐しおりでした。はい、ということであっという間の帰国日、台北に戻ってきてしまいました。夕方の便なので、最後の最後まで楽しみ尽くすべくディファーティっていう場所に向かってる。海外のバスって難易度高いんだけどさ、なんかより住む感覚を味わえるって感じがして乗りがちですね。ってことで無事到着。こちらではいろいろお土産とか、ほらこういうバッグ、これ流行ってるよね。あとお母ちゃんお父ちゃんにはカラスミを買ってみたりなどなど、あとなんかちょっとスーパーでこっちならではのものをジャケ買いしてきたので、ちょっと初の試み、ウェブショップ的なのにでも置いてみようかななんて思っておりますので、もっと台湾の風を感じたくなったよっていうそこのあなた、いつになるかは分かりませんが、インスタあたりで告知できればなと思っております。安心の日本製。これでね、私気づいたの。この度天津食べてないってことで、焦りに焦って朝から乾杯。私と知ったことがとなったので、急遽ティーファーチェ近くの Google 評価が良さそうなお店に入ってみました。ちょっとこじゃれすぎてるかも否めないけど、大根餅と美しき天津盛り、お味は間違いございません。台湾で最近18日ビールっていうわずか18日の寿命のビールがあるみたいでね、それが美味しいよって言われてきたからずっと探し求めていたのに見つけられず、次来た時は絶対に探し出す。よろしく頼む。で早々に食べ終えまして、タイムリミットまであとわずか。ちょっとさっきのお店は美味しかったんだけど無難すぎると言いましょうか。こちらの何が何だかわからない日本には絶対にいないであろうお店で締めたいと思います。指差し確認でメニューを選びましたが、こちらのどす黒い茶と映え感一切ゼロのスイーツ。このお茶漢字で書くと苦茶って書くんだけど、その名の通り苦かった。思わず口をあんぐりしたんだけど、でもね、飲み進めると本当に体にいいんだろうなみたいな漢方的お味で、こっちは何かというとハスの実とタロイモ、あと白キクラゲが入ってる優しい甘みのかき氷で、これがなんか食べれば食べるほど癖になるんだよね。でこの苦茶もかき氷も体操デトックス効果があるみたいなので、このね、もういいこれでもかというほど食べまくった台湾旅のラストにふさわしい一品となりました。駅に戻ってきました。今から飛行機に乗ります。本当に嵐のような3日間4日間かでした。いや本当にまことしやかというような夢うつつな日常でしたが、いかがだったでしょうか。でも久々来て本当に思うのは、台湾の親日具合って半端じゃないのね。だって見て、
この台北駅に日本ロード、日本人にとっては体操住みやすく過ごしやすい国だと思うので、初めての一人旅どこがいいですかって質問には絶対台湾だと思うな。ということでお世話になりすぎました台湾、またすぐ来るね。というわけで皆様今宵も長尺にお付き合いいただき誠にありがとうございました。次の国はどこになるでしょうか。お楽しみに。それではじゃあのー、良い日々を。